はい、皆さんこんにちは。今日はね、マルチルームの作業の方がだいぶ進んできたんで、一度ご紹介しておきたいと思います。キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。こっちにマルチルームを作って、ここに対面シートを置くか、ここにマルチルームを作ってこっちに対面シートを置くか、もうちょっとね、結構最後の最後まで悩んでるんですけどね。ここにマルチルームを作るとエアコンの風がなかなかこっちの対面シートのダイネットスペースまで来ないというのはもう明らかなんですよね。こっちにダイネット対面シートのスペースですね持ってきて、こっちにマルチルームつけると、シャワーとかの排水を流すのが排水タンクが一番後ろの下につく予定なんで、っていうかそこしかスペースがないので、そこまで持っていくとシャワーする時に水が流れないと、どっちに持っていくのがいいのかなとすごく悩んでました。例えば誰かが一緒に同乗してどっか行く場合に、シートがやっぱり運転席と助手席に近い方がいいかなと思うのもありますし、普段ダイネットスペースを使う時にエアコンの風がちゃんと来る方がもちろんいいですし、キッチンここなんで調理した場合に後ろにテーブルがこうあった方が使いやすいですよね。動線的にもいいんじゃないかと、メリットデメリットを考えた時にどっちにするか散々悩んだんですけど、最終的にこっちにマルチルーム、後ろ側に対面シートをつけてダイネットスペースを作るというのがやっぱりベストかなと。で、排水についてはね、こんだけ離れると絶対ポンプでね送らないと無理だと思うんで、またちょっとその方法はね考えていきたいと思うんですけど、何かいい方法があったら教えてください。皆さんよろしくお願いします。学校終わりの時間ですね。作業始めたとこなんですけどね、今日はね。なかなか一発では合いません。よいしょ。マルチルームの背中側のパネルですね、これを作ってます。なかなか車体に合わせて切るの難しいですね。これをくっつけない。よいしょ。よいしょ。
あとはここに蓋をしていかないとダメですね。ここはね、とりあえず黒のコンパネとスタイロフォームをギュッと押し込みました。で、窓塞ぎました。ここね、鍵のとこなんですけど、くり抜いてるんですね。周りを黒くしとこうと思ってペンキ吹きかけたら溶けました。めっちゃ溶けるんですね、スタイロフォームって。はい、水性のペンキだったら大丈夫ですかね。ここのね、マルチルームと運転席のね、境目のパネルをとりあえず作ったんで、それをはめ込んでいきたいと思います。よいしょ。これ一応重さよいしょ、重さを測っときましょう。これは測られへんからこうですね、75.6 66.8 756-668 は 8.8 キロ。はい、こんな感じです。あそこちょっとなんか蓋しないとダメですね。ここね、ここの蓋ちょっと作りましょうか。ここ板つけてきたんですけど、やっぱりここ湾曲してたんですね。なかなか難しいですね。ピタッとはめてこんな感じ。こんな感じですね。一応この辺まではリクライニングが可能です。運転姿勢がね、運転姿勢が直角やったらしんどいですもんね。これ一番ね、シート後ろの状態なんで、僕は足短いんでこの辺でいい感じですね。でちょっと休憩の時もね、これぐらいまでならね倒すことができるんで、前に思いっきり前にやったら結構倒せますよ。この辺までですかね。ちょっとした休憩ぐらいならできそうですね。はい、これで一番後ろ。はい、こんなもんでいいんじゃないでしょうか。運転席と後ろの部屋の方のね、つなぎ目のとこなんですけど、ここから前は純正のまま、ここから後ろは改造していくという形になります。そのつなぎ目ですね、やっぱり結構曲がってたりとか、ぴったり合わないとね、隙間が空いておかしなことになるとかね、いろいろあるんで結構苦労しております。でね、ここもねこんな感じでこんだけ合わなかったりね、上の方もねこんなに隙間が空いちゃったりとか、測ってね切ったんですけどね、こんなことになっちゃいます。でこの辺をちょっと作り直したいなと思っております。運転席ね、目いっぱい後ろにあった状態でここまでね行けるように、ここはこの辺はちょっと後ろへ下げて、で下はねここマルチルームになるんですけど、ポータブルトイレとかね置いた時にマルチルーム内がね広く使えるように、運転席のね背もたれの下とかねデッドスペースになってしまうので、そこの部分をうまく活用できるように考えました。
ただ合わすのがねとっても難しいです。でこの辺のねちょっと細かいとこねもう一回測り直したんで、実際こうやって組んでみてね、そこにまた合わせて測る方が無駄にはなりますけどやりやすいですね。ということでちょっとやっていきたいと思います。マルチルームのね横の壁、よいしょ。204 204。ここはね四角く切ってたんですけども、後からやっぱり斜めの方がいいなということで補修することにしました。今作ったマルチルームの壁がここにつくんですが、その前にシャワーパンを作っていきます。はい、これがシャワーパンになります。水が流れやすいようにね、底板は斜めになるようにしています。トイレを置いた時にはね、少し斜めにはなるんですけども、ガタつかないように面に対しては湾曲しないように考えました。
最終的にはここには防水マットか FRP を貼ってシャワーパンとして使えるようにしたいと思います。はい、そしたらこれがねシャワーパンになる底の部分ですね。ちょっとはめてみたいと思います。はい、そしてこれがねラップポントイレのイメージですね。シャワーをするときはこんな感じ。そしてトイレは少しこうやって前に引き出してね使う感じですね。どうでしょう、これでねシャワーもトイレも広く使えるような感じじゃないですか。あとこの辺にね洗面台のシンクをつけれたらいいかなと思ってるんですけどね。はい、そしてこれがさっき作った横の壁ですね。この出入り口の幅はね最終的には45センチ程度になる予定です。まあそれぐらいのね幅があったら人の出入りもラップポントイレ入れたりするのも大丈夫かなと思います。はい、ここはねマルチルームの天井なんですけども、ここに排気ファンをつけたいんですね。ところがこのバスのエアコンのダクトがここに通るんですよ。今までの経験上走行中にやっぱり室内を冷やしておくと現地に着いてから室内を冷やさなくていいのでかなり楽なんですよね。ベッドルームには家庭用のエアコンを取り付けているんですけども、バスにはねせっかくこんなに大きなエアコンがついてるので、それを運転席助手席を冷やすだけのために使うのはもったいないなと思うんですね。だからこのダクトはベッドルームまで伸ばしておきたいんですね。そうするとここのマルチルームの中でエアコンのダクトと排気ファンが重なっちゃうんで、どうしようかと思っていろいろ試行錯誤しながら悩んでるんですね。下に抜くことも考えたんですけども、ちょうどそこにはねエアコンの機器がついてるんで、なかなかそこに排気を持っていくのは厳しいんですよ。というわけなんで今回はここまでにして、続きは次回に持ち越したいと思います。それでは次回をお楽しみに。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はアウトドアアクティビティのサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。